皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本映画の躍進について取り上げようと思います。映画、ゴジラ -1 が、日本国内だけではなく、アメリカにおいても大ヒットを記録し、興行収入が100億円を超えたと言われています。今回の動画では、ゴジラ -1 の映画としての魅力とともに、今後の日本製の様々なコンテンツの発展についても解説しようと思います。まず最初にこの動画においては、ゴジラ -1 のストーリー構成などについても話しますので、いわゆるネタバレが嫌だという方については、今回の動画はスルーした方が良いでしょう。ただ、謎解きのようなストーリーが分かっていると醍醐味が抜けてしまうというそのような映画ではありませんから、ストーリーそれ自体を知っていたとしても実際に目にした方がやはり面白いと思います。それではまずゴジラ -1 最初にストーリーについて解説しておきましょう。ゴジラ映画といったこともあってゴジラが主役なわけですが、しかしゴジラ -1 の場合だとゴジラだけではない魅力がこの映画にはあります。それは人間ドラマがうまく盛り込まれていることです。時代は第二次世界大戦後の日本。主人公は神風特攻隊の一員としてまさに敵へと突っ込もうとしている特攻隊員の一人です。しかし、いざ自分の番となると突っ込むことを実行できず、戦闘機に故障があったと嘘を言って整備島に逃れてしまいます。そして、その島にゴジラが現れたがために整備員の人たちが多く亡くなってしまいます。ゴジラが上陸した際には、戦闘機には機銃がついているんだからそれで攻撃しろと多くの整備員たちは主人公に頼みます。しかし、ゴジラのあまりの恐ろしさに主人公は行動できず、島にいた整備員たちの多くが亡くなってしまいました。自分は特攻隊員としても行動できなかったし、ゴジラに対して攻撃することもできず、多くの整備員たちを見殺しにしてしまったといったような心の傷を負った兵士が戦後生き残ることとなります。ここでのポイントなのですが、まず映画の冒頭からゴジラが出現します。ゴジラ映画というと、いかにも何か来るかなみたいな感じで、徐々にゴジラの姿が映ってくるわけですが、この映画の場合だと、まず最初にゴジラが登場し暴れ回るという、いわゆる映画のつかみがあります。現代においては段階的に見どころですよというものが詰まっているよりも、飽きないように適時見どころとなるポイントを挟み込むのが良いとされています。そうした意味ではゴジラはストーリーのところどころにちゃんと出てきて暴れ回り、モンスター映画としての要素を満たしています。そしてそれにうまく絡み合うような形でこの主人公の心の傷の回復といった物語が描かれます。主人公は戦争終わりで心の傷を抱えており、これはアメリカにおいても多くの人々の興味関心、そして賛同を得る部分です。アメリカにおいては戦争といったものが身近な関係で、帰還兵の心の傷といった問題はアメリカ映画界においても繰り返し取り扱われるテーマです。ベトナム戦争でもそうですし、それ以後のアフガニスタン戦争帰りの人々などでも同じように心の傷を抱えて実際に社会問題化していました。この映画においてはゴジラが登場し、そのゴジラに対する行動によってもこの帰還兵の心の回復といったものが図られるわけです。そして映画の構造上、シン・ゴジラといったものが以前は制作され日本国内で大ヒットしました。監督が庵野監督といったこともあってゴジラ映画に新しい風を吹き込んだとも言われます。しかし同時に海外受けは全くしませんでした。ゴジラに対応する政府機関、役人たちの戦いを描いたわけですが、彼らはものすごい災害が起こっているにもかかわらず、それらの人々の家族がどうなっているのか、そして家族との人間ドラマといったものが非常に希薄で、今回のゴジラ -1 とは構造的には対をなすような形となっています。今回のゴジラ -1 においては、戦後間もなくといった時代設定にもかかわらず、米軍も動かないし、日本政府も対応しない。だからこそ、戦争帰りの人たちが民間人としてゴジラに対抗しなければならないという世界観に基づいています。そして日本映画においてはどうしても大きな問題としてアメリカ製の映画よりも圧倒的にコンピューターグラフィック処理が甘く物を破壊する、もしくはちょっと現実ではありえない光景を演出するための映像がものすごくチャチくなってしまうという問題があります。今回のゴジラ -1 においてはアメリカ製の
映画ではないにもかかわらず、そして低い予算にもかかわらず、十分に見応えのある映像を作り出していることも評価されています。モンスター映画といったこともあって迫力は大事なわけですが、その部分についてもようやく日本映画が突っ込みされる部分が少なくなった映画を作れるようになったというのも一つの成果だと言えるでしょう。というわけで映画としての評価は私は良作だと見ています。まだゴジラマイナスワンを見ていないという方にもこちらの映画はおすすめすることができます。またゴジラが暴れ回るんだからもう画面中に凄惨な風景が映し出されるんだろうと心配される方もおられるでしょう。その点についても出来事としてはものすごく悲惨なことは起こっているんですが、いわゆるグロテスク描写といったものは一切ありません。悲鳴を上げる人々といったものもあるわけですが、建物が一気に破壊されて多くの人々が確実に亡くなっている。だけれども映像としてはそれらを映さず、見ている側の想像に任せるといったことを演出として行っています。このようなストーリーによってゴジラマイナスワンは構成されているわけですが、興行収入などはどうなっているかなどについて、そして海外の反応はどうなのかについては後半で解説しようと思います。それではゴジラマイナスワンの興行収入を観点とした成功具合について記事を見てみましょう。世界100億突破で新ゴジラ超え、ゴジラマイナスワンの快挙は日本の実写作品復活ののろしになるか。ゴジラ生誕70周年記念映画として公開された映画ゴジラマイナスワンが次々に快挙を成し遂げています。ゴジラマイナスワンが日本で公開されたのはもう1ヶ月半以上前の11月3日のことですが、コアなゴジラファンを中心に CG のクオリティの高さや泣けるゴジラとして話題を集めていました。それが12月1日にアメリカで公開されると日本以上に大きな反響で、わずか5日で34年ぶりにアメリカにおける邦画実写作品の全米興収の歴代1位の記録を更新。さらにはそのままの勢いで19日にはイギリスとアイルランドでも邦画実写作品の歴代1位更新が報じられ、21日には全世界興収100億円を突破したことが報告されています。シン・ゴジラは2016年に公開され、国内の興行収入が 82.5 億円と、これまでの国内のゴジラ映画の歴史を大きく塗り替えた作品です。今回のゴジラマイナスワンは、あれから7年、久しぶりの国内のゴジラ映画として、国内外から大きな注目を集めていました。結果的に、国内の興行収入は、スタートダッシュこそシン・ゴジラの記録を超えたものの、2週目からは口コミで興行収入が加速したシン・ゴジラのペースには届かず、現時点で45億円ぐらいと想定されます。しかし、シン・ゴジラはアメリカでの興行収入は約3億円にとどまったため、19日時点で約51億円を突破しているゴジラマイナスワンは、日米合算の興行収入ではシン・ゴジラを超える快挙を成し遂げたことになるわけです。こちらが興行収入のシン・ゴジラとゴジラマイナスワンの比較。シン・ゴジラが日本国内で興行収入を伸ばし続けた一方において、アメリカにおいては壊滅的な状況だったというのが見て取れるわけですが、ゴジラマイナスワンの場合だと、日本の興行収入プラスアルファ、アメリカでも着実に興行収入を伸ばしていることが特徴です。ハリウッドゴジラでアメリカでもファン拡大。やはり大きいのはハリウッドにおいてゴジラの映画シリーズが安定して公開されるようになったことでしょう。2014年から始まったモンスターバースシリーズはすでに4作が公開。ゴジラが登場した作品はどの作品も3億ドルから4億ドルを超える大ヒットになっており、2024年にも最新作の公開が予定されています。さらに、今回のアメリカにおける配給会社が東宝インターナショナルという東宝の子会社である点もポイント。東宝がアメリカで自ら配給を行うべく組織を整えていたことも今回の成功に大きく影響したようです。また、ハリウッドのストライキの影響で年末公開予定の大作映画の公開が延期されたり、マーベルやディズニーの同時期の映画の興行が不振だったと言ったり、ゴジラマイナスワンの上映関数を確保する上で追い風が吹いた面はあるようです。では、ゴジラマイナスワンの快挙はゴジラだからこそ起こせた奇跡で、もう再現は難しいのかというと、決してそうではないと感じます。一つ象徴的なのは、ゴジラマイナスワンの後を追うように公開されたジブリの映画、君たちはどう生きるかが
アメリカでジブリ史上最高額の興行収入を記録したことでしょう。最近は映画鬼滅の刃や映画ドラゴンボールなどもアメリカでヒットしていましたが、日本の映像コンテンツがアメリカでも普通に視聴されるように流れが明らかに生まれているわけです。また、アニメだけでなく、日本の実写ドラマや実写映画が海外でも評価されることは、ネットフリックスの今はの国のアリスや悠々白書、ワンピースの実写版などでも証明されつつあります。ハリウッド制作のゴジラ映画はいずれも制作費が 1.5 億ドルから 1.7 億ドルと日本円換算だと200億円を超える制作費と100億円規模の宣伝費が投下されているといいます。それに対してゴジラ -1 の制作費は15億円と10分の1にも満たない予算であるにもかかわらず、ハリウッドの VFX を見慣れたアメリカの観客を熱狂させることに成功し、アカデミー賞、視覚効果賞のノミネート候補のショートリスト入りしたわけです。極端な言い方をすれば、日本が負けていたのは映像や VFX の技術ではなく、作品に適切な予算をかける判断を行う経営陣やプロデューサーの覚悟だったと言えるかもしれません。映画ゴジラ -1 においては、敗戦後の日本で人々がゴジラと対峙するために立ち上がりますが、実はこの映画ゴジラ -1 は世界では勝てないと思い込んでいた日本の映像業界が本気で世界を再び取りに行くきっかけをくれる映画にもなろうとしていると感じます。日本の映画や日本のアニメなどが伸びる、そうした様子は十分あります。特に新型コロナによる多くの人々が家にこもって様々な映像作品に目を通すといったことが一つのきっかけになったと言われています。以前からアニメは世界中で愛されていたわけですが、そこには違法コンテンツの問題がありました。しかし、徐々に権利関係について整理が行われて、ちゃんと権利関係が処理された公式のアニメサイト、動画配信サービスなどで日本のアニメなどを見る人も増えました。その時の一つの主張スタイルとして、日本で公開されたその直後において、日本語のままで放送し、それぞれの国において現地の字幕が付けられる、そのような形でも日本のコンテンツを楽しむ人が多く増えました。そうしたことも影響して、日本のものといったものに対して字幕だから見ないといったようなことは少し遠ざかっているのが良い兆候です。今回のゴジラ -1 でも字幕で公開されているのがたくさんあるわけですが、だからといって英語じゃなければ見る気もないわといった人々を遠ざけているわけでもないという状況の変化があります。そしてアメリカにはかなり映像業界において問題が発生しています。それがポリコレ問題です。例えば、登場人物が何人かいるのであれば、白人、黒人、アジア系、ヒスパニックといった具合にして、ある程度分散させ、その上で女性が何人かいるのであれば、その女性の誰かはパートナーは女性であるし、また男性が何人か出ているのであれば、その中の一人は男性のパートナーを持っているという場合にして、中は強制的な動きとして押し付けられています。それらの配置といったものがストーリー上特に何か必然性があるかといえばほとんど必然性のないようなところで無理やりねじ込まれているがために、むしろ物語の面白さに阻害要因として立ちはだかることもあります。日本の映像コンテンツ、アニメにしても漫画にしても実写作品にしてもそうなのですが、そうした意味での押し付けや自主規制といったものが強烈にかかっている要素はありませんから、例えば今回のゴジラ -1 でも出てくる人間は基本的には日本人ばかりで、そこにいきなり全く違う国の人がたくさん入ってくるなどといったこともありません。ストーリーと全く関係のないところでいきなり男性同士がキスし始めるといったようなこともないので、安心してストーリーに没入することができます。そうしたこともあってアメリカにおける反応も予算が非常に少ないにもかかわらず、ゴジラが暴れ回るその光景に非常に驚いたであるとか完成度が高いといった評価があります。実際に映画を見た人であればわかるとは思いますが、チャチな部分はどうしてもありますが、しかしそれがアメリカの映画に比べれば予算10分の1といった中でこれを実現したとなれば、確かにこれだけの映像をこの安さで実現したのはすごいなと思えるのも確かです。もうちょっと予算がつくようになれば、十分にハリウッド映画よりもより自然に迫力のある映像を作り出すことも十分可能だなと思える要素があります。また、ストーリーという点について言っても、この記事の中で泣ける要素がありますよと書いてありますが、
いわゆる奇想天外な何かで驚かそうという話ではなくて、ちゃんと、確かにこうなったらいいよねといった部分を盛り込む形でストーリーが展開していって、良かったねと思える、いわゆる見ていて心がスッキリする部分があるので、変にひねくれていない分だけ私はその点を評価したいと思います。もちろん映画を見まくっていて、そんな王道的な展開なんかもう見飽きてつまんないわと感じる人にはちょっと物足りないものはあるでしょう。しかし多くの人々が楽しむという点においては、そのようなひねくりすぎた作品というのはどうしても特定の一部の人だけにしか受けないといったことが多いですから、私はこういった王道的なストーリーを作るというのは良いことだと思います。もちろんそうした王道ですよといったストーリーだけを作り続けると、最終的には毎回これかと飽きられるわけですが、少なくとも今回のようなゴジラという圧倒的な破壊者がいる中において、ちゃんとそこにうまく人間ドラマを絡めたというのがうまくいっているのは脚本の成功だと言えるでしょう。そしてこのようなストーリーやもしくは制作環境といったものを整えることによって世界へと打って出れるといったことを示したというのは、今後の日本のコンテンツ産業としても非常に良いことだと言えます。政府がこのような政策を後押しするときには必ずのようにお金の使い方が問題になります。クールジャパンと銘打って日本のコンテンツ産業を売り出そうといったお題目はいいんだけれども、実際にはコンサルタント会社に大量の公金が流れて全く意味のないようなことばかりにお金を使ってしまって、最終的には何の成果もありませんでしたよということにはどうしてもなりがちです。ですからもっともっとコンテンツ産業を後押しするのであれば、権利を保護することに重点を置いてほしいです。例えば映画の場合であれば違法アップロードといった問題があり、それらについては海外でかなり積極的に未だに映画をアップロードする動きがあります。そうした日本以外の国々で訴訟を起こしたり、もしくは広告を配信しているところに対しての法的な措置を取るなど、権利を守るための動きにこそ日本政府はより強力に後押ししてほしいものです。また日本のアニメ産業などでは人気はあるんだけれども、中抜き構造によって発注元から出たお金が一番下のアニメーターのところまで届いていないことも多く、またそうした下請けの連続に伴ってアニメーターの人たちがやりがい搾取と呼ばれるようなブラック環境で働かされているといった問題などもあります。よりお金をきっちりと集めてクリエイターに還元できるような会社こそ生き残るべきであり、ブラック企業をまずは徹底的になくしていくことにも政府は取り組むべきでしょう。そうすることによってより健全な、もしくは有能な経営者の下でアニメスタジオや映画スタジオなどが映像作品に力を入れることができる、そうした環境を作ることこそ政府のやるべきことだと言えるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。映画ゴジラ -1 が日本だけではなく欧米においてもヒットしています。ヒットしたその理由としては、最終的には作品の質そのものが良かったといったこともあるのですが、周辺環境としても日本の映画、日本のアニメ、日本の実写作品などが海外で受け入れられる要素としては様々な物事が好転して追い風となっています。こうした要素をぜひとも政府は後押ししてほしいものです。というわけで皆様どのように思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメント、また面白かったなであるとか頭の整理に役立ったなという方はぜひとも他の方にもこのチャンネルをお勧めしてください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。